忘れなかった。それは良い。どうも。こうして喋るのはね、久々だと思うんですけど、動画をよく見てくださる方はご存知だと思うんですけど、私アニメのワールドトリガー、これ今スマホのケースの中身がこれなんですけど、アニメのねワールドトリガーが大好きで、
で動画でも少し前にイベントに行った様子をお見せしたと思うんですけど、それのね、その時に発表された展示会みたいなのが発表されたんですけど、それのね、キービジュアルとなんか中の雰囲気予想みたいな画像とグッズ付きチケットのグッズの画像とかが公開されたんですけど、まず会場がサンシャインシティの中の展示だったんですよ。だから私全然期待してなくって、普通に原画とかがこう置いてあるぐらいで、原画をこうぐるっと見て回って、よくっても解説がちょっと作者の先生があるぐらいかなって思ってたんですよ。でそしたらなんか最近参加型エリアみたいな、なんかこれはね、見てる人にしかわからないと思うんですけど、なんか玉駒支部の部屋の一角が再現されてたりだとか、あと一期のもうめっちゃ序盤、修と風間先輩が戦うところの修がトリオンを部屋でいっぱいにしたシーンの再現した部屋とかもういろいろあって、めっちゃ楽しみでめっちゃ良さそうなんですよ。期間が8月の11日から9月1日なんで1ヶ月なくって若干短くはあるんですけどもうめっちゃ楽しみにしてるんですけど、私が今言いたいのはこのキービジュアルんですけど、このキービジュアルがめっちゃ良くって、まずこのリブートプロジェクトって言って一期の作り替えをするんですね。なんで声優さんも音声取り直すし、アニメの絵も綺麗に新しくなるような感じで、またアニメがね放映される予定があるんですよ。そのプロジェクトがあるからこそなのかの展示会みたいな感じなので、ユーマとかチカがまだ C 級の回復なんですよね。でそういう意味でも思ってたよりめっちゃ多くって書いてあるところがでめちゃめちゃ激アツとか普通にかっこいいねいいんですけど、この並びもよくて並びもめっちゃよくて、あと個人的にツボなのがこの地下の回復っていうか、ユーマはあれですね、ブラックトリガーのやつか。地下の回復というか C 級の回復がこう絶妙にダサいというか絶妙に弱そうな見た目の回復なのがめっちゃなんか的を得てるというか、なんか本当に訓練生みたいな、まさにそういう格好だなっていうのがパッと見て取れるのがめっちゃ秀逸で大好きなのと、地下がめちゃくちゃ似合ってる。私地下の回復めっちゃ好きなんですよ。玉駒第2として結成されてからの地下の回復もめっちゃ好きなんですよ。なんかちょっと見える絶対領域ちらっと見える絶対領域にでっかいライフルとかを背負ってる姿がたまらなく好きなんですよ。立川さんと風間さんが一緒に歩いてるのもいいし、風間さんがこれ牛乳かな風間さんが何か手に持って飲み物を飲んでるところもめちゃくちゃもう解釈一致すぎてもうめっちゃいいめちゃくちゃ可愛い。なんかこれ誰も何にも持ってないのに風間さんだけ一人だけのうのうとこうやってパックの牛乳みたいなのを持ってね歩いてるところがたまらなくいいのと、何よりこの後ろの3人ですよ。泉、悟り、東馬、この3人がなんか一緒に歩いてるのがもうマジで良すぎる。なんかこれ何ですかね、夢女子かなんかが書いたんですか夢女子か風女子が書いたようななんかセットでこれ面白すぎる。面白いっていうか、いやマジでなんかこれ公式みたいな感じでめちゃくちゃいいですね。
いやー、かわいい。これ身長差とか、身長差忠実なのかな。忠実だとしたら、こっちかこんなちっちゃかったのって感じなんですけど。いやー、いいね。